ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのフェラーリ 296GTS を紹介したいと思います。今日はフェラーリ 296GTS アセットフィオラの仕様になっているこのフェラーリの最新モデルのスパイダーに箱根へ持ってきました。数ヶ月前にフェラーリ 296GTB をワインディングで走らせたんですけれど、今日は GTS なんでもう少し R のきついコーナーがたくさんあるワインディングではなく、比較的大きい台形のコーナーが連続するワインディングに持ってきました。この 296GTS は 296GTB と同じサイズの全長が 4565mm、 全幅が 1958mm、 そして全高が 1191mm、 そしてホイールベースは 2600mm。 この 2600mm っていうショートホイールベースが出るんですよね。とてもね、俊敏な動きをしてくれます。とにかく前回クーペボディで感じたことは、まるでねゴーカートに乗ってるような、そんなクイックなハンドリングを見せてくれたんですけれども、この GTS もおそらくね、ねじり合成で 50% も過去のスパイダーモデルから比較してボディ構成がアップしているということで、かなりクーペボディと同じようなハンドリングを実現してるんじゃないかなってちょっと期待してます。で、前後のね重量配分もクーペボディと同じ、フロントが40に対してリアが60という、まあ理想のミッドシップフェラーリっていう数字を実現していると思います。ではね、モードをスポーツモードに変更して、ちょっとペースアップしてみましょう。コックピットにね入ってくるサウンドがやはりちょっと音に関してはね、クーペとは全然違いますね。で、フェラーリが特許を取得したというホットチューブっていう名前が付けられていますけれども、このリアのねエンジンルームのサウンドをコックピットへうまく誘導してあげて、ドライバーの耳にはね心地いいエクゾーストノートが聞こえてくるような、そんなセットアップがされているそうです。その影響なのかね、本当にスパイダーモデルは意外とね上が開いてますから、音が上に抜けていっちゃうんですけど、リアからね聞こえてくるエキゾーストノートがすごくドライバーの耳に入ってきますね。これはね感動的ですね。コーナーはねもう本当にオンザレールっていう感じですごく安定してますね。
MGU 系のモーターが介入してくれてスムーズにね車を加速させてくれますね。でもね、このサウンドはクーペとは全然違ってね、スパイダーならではですよね。この快音がコックピットに入ってくるっていうね。で、フロントチューブモードもあって、いやー、これはたまんないわ。富士山ね、見えます？めっちゃ綺麗に見えてますね。さて、次は走行モードをレースモードに変更しています。このレースモードに関してはね、通常の耐久レースの時の本番用セッティングという実現がなされているそうで、バッテリーへの供給もさせながらできる限りパフォーマンスをね叩き出すという、そういう仕様になっているそうです。ではこのレースモードにマネッティーノも変更してちょっと走ってみたいと思います。シフトダウンもねちょっとタイミングが速くなった気がしますね。それでは
しょう。セカンドギアまで追いつきしてますね。全然スポーツモードと違うアクセルのねレスポンスがものすごく鋭くなりましたね。パワーの出方がやはり先ほどハイブリッドモードだったんで、それと比べてレースモードが本気が速いですね。レッティーノはレースモードのまま、次はクオリファイモードにして走行してみたいと思います。いきます。そこまでね
加速で体をつけられるのか、これはね、なかなか捉えることないですよね。早すぎる。で、ブレーキ前ワイヤーのブレーキなんですけど、油圧でつながってるかのごとく、コントロール精度もブレーキのね、立ち上がりもいいですね。ちょっとね、さすがにパワーの出がすごすぎてね、プッシュアンダー出ますね。わこのね、アセットフィオラの仕様はスタンダードの GTS よりも8キロ軽量化されているそうで、まあ正直言ってね、スパイダーモデルですから風を感じながらね、ゆったりと長さ走りの方が似合ってるのかもしれないんですけど、その GTS になんでアセットフィオラノなんだろうって最初は思いましたけど、今こうしてね、フルにポテンシャルを体感してみて分かったことは、これはね、 GTS こそアセットフィオラノ、この組み合わせがベストマッチなんだなっていうことがよく分かりました。いやー、もうこれだけね、ドライバーの五感にたくさんの刺激を与えてくれる車はね、なかなか少ないと思います。ただね、速いだけのスポーツカーってたくさんあるんですけれども、コーナーのね、このステアリングの切り始めの感触の高さとかね、機敏さとか、それからトラクションのかかり方の俊敏さ、フロント荷重からリア荷重へ移る時のスムーズさといい、速さといい、別格な1台だということがよく分かりました。今日は素晴らしい経験をさせていただきました。Thank you for watching。 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。